り解説。不滅の伝説。グレタ・ガルボ、ハリウッドを去った永遠のミューズの生涯。ねえマリサ、今日のテーマはグレタ・ガルボだって聞いたわ。名前は聞いたことあるけど、実はあまり詳しくないの。どんな女優さんだったの？おう、レイム。ガルボを知らずしてハリウッド黄金期は語れないぜ。彼女は神のごときガルボとまで呼ばれた、まさに伝説中の伝説なんだ。その圧倒的な美貌とミステリアスな雰囲気で世界中を魅了したんだけど、人気の絶頂だったわずか36歳で、忽然とスクリーンから姿を消してしまったんだぜ。36歳で引退。一番輝いている時じゃないの？何か理由があったの？すごく気になるわ。その謎こそが、彼女を不滅の伝説にした最大の理由なのさ。今回の動画では、そんなグレタ・ガルボの生涯を形作った10の瞬間をランキング形式で紐解いていくぜ。スウェーデンの少女が、いかにしてハリウッドの頂点に立ち、そしてなぜ自ら伝説となったのか、その真実に迫っていくからな。第10位。スウェーデンでの生い立ちと初期キャリア。1905年から1925年頃。それじゃあ早速、ランキングの発表といくぜ。まずは第10位からだ。いよいよ始まるのね。ドキドキするわ。第10位は、スウェーデンでの生い立ちと初期キャリア。伝説の女優ガルボの原点がここにあるんだぜ。ガルボって、もともとスウェーデンの人だったのね。ああ、本名はグレタ・グスタフソン。1905年にストックホルムの貧しい家庭に生まれたんだ。14歳で父を亡くし、家計を助けるために学校を卒業後働き始めたんだぜ。そうなのね。華やかなイメージからは想像もつかないわ。そこからどうやって女優の道へ？デパートの帽子売り場で働いたのがきっかけだ。カタログモデルに起用され、1920年頃からデパートの宣伝用短編フィルムに出演するようになった。これが彼女の映像キャリアの第一歩だったんだ。デパートのモデルから、まさにシンデレラストーリーの始まりね。そのフィルムが監督の目に留まり、1922年に短編コメディで役者デビュー。同年、本格的に演技を学ぶため、名門の王立演劇学校に入学したんだ。着実にステップアップしていったのね。そして1924年、学校で学んだ彼女に運命が訪れる。スウェーデン映画界の巨匠、マウリッツ・スティッペル監督だ。彼はグレタの才能に惚れ込み、自身の監督作イエスタ・ベルリングの伝説のヒロインに抜擢。そして、神秘的な響きのグレタ・ガルボという芸名を授けたんだ。世界が知るガルボの誕生さ。スティッペル監督がいなかったら、ガルボは生まれなかったかもしれないのね。そう言っても過言じゃない。この映画の成功がハリウッドの目に留まるきっかけになったんだ。貧しかった少女が才能を見出され、世界へ羽ばたく準備を整えたこの時代こそ、彼女の不滅の伝説の序章にふさわしいのさ。第9位。ハリウッドへの招致とサイレント映画スターとしての輝き。1925年から1929年。第10位はガルボ伝説の序章だったわね。次は一体どんなエピソードなのかしら？ここからが本番だぜ。続く第9位は、ハリウッドへの招致とサイレント映画スターとしての輝きだ。ついにガルボが世界最高峰の舞台、ハリウッドに降り立つんだ。イエスタ・ベルリングの伝説の成功がきっかけになったのよね。具体的にはどうやってハリウッドに？その立役者となったのが、当時ハリウッドの大手映画会社 MGM のトップだったルイス・B. メイヤーだ。彼はもともと、ガルボの師であるスティッペル監督を引き抜くためにヨーロッパに来ていたんだが、イエスタ・ベルリングの伝説を見て、ガルボの圧倒的な存在感に衝撃を受けた。監督も素晴らしいが、本当に見るべきはこの娘だ、と、その才能に一瞬で見抜いたんだぜ。メイヤーは、監督よりもガルボ本人に魅了されちゃったわけね。そういうことさ。スティッペルはガルボも MGM と契約させるならハリウッドへ行くという条件を出した。メイヤーはそれを受け入れ、1925年、ガルボはスティッペルと共にアメリカへと渡ったんだ。こうして、新たな伝説の幕が開いたんだぜ。夢のハリウッドデビュー。でも、すぐにスターになれたのかしら？それが、そうすんなりとはいかなかった。
当初 MGM は彼女をどう売り出すか決めかねていたんだ。しかし、1926年の主演作、肉体と悪魔が空前の大ヒットを記録したことで、状況は一変する。肉体と悪魔、どんな映画だったの？妖艶な魅力で男たちを破滅させるファム・ファタールを演じたんだが、これがガルボのミステリアスなイメージと完璧に合致したんだ。特に、共演した当時の大スター、ジョン・ギルバートとの熱烈な恋愛シーンは、公私にわたる二人のロマンスも相まって、観客を熱狂させたんだぜ。この映画で、ガルボは一気にトップスターの仲間入りを果たしたんだ。サイレント映画だからこそ、セリフがなくても伝わる表情や眼差しの演技が、より一層観客の心を掴んだのかもしれないわね。まさにその通りだぜ、レイム。言葉を発しないからこそ、彼女の持つ神秘的な美しさと表現力は際立った。このサイレント時代に確立された神のごときガルボのイメージこそ、彼女をハリウッド史上、最も偉大なスターの一人へと押し上げた原動力なのさ。第8位、トーキーへの移行とガルボが話すの衝撃。1930年。さて、サイレント映画でハリウッドの頂点に立ったガルボだが、次なる試練が訪れるんだ。それが第8位、トーキーへの移行とガルボが話すの衝撃だ。トーキーって、映画に音声がつくようになった技術のことよね。サイレントで活躍していた俳優さんたちにとっては、キャリアを左右する一大事だったって聞くわ。まさにその通りだぜ。多くのスターが、声のイメージが役に合わなかったり、セリフの演技に対応できなかったりしてスクリーンから消えていった。特にスウェーデン出身のガルボにとって、その訛りは致命的だと考えられていたんだ。MGM も彼女のトーキーデビューには慎重で、最後の最後まで引き伸ばしたんだぜ。神秘的なイメージが声で壊れてしまう可能性があったわけね。ファンも固唾を飲んで見守っていたでしょうね。ああ、世界中が注目していたぜ。そして1930年、ついにその時が来た。ガルボの初トーキー作品、アンナ・クリスティが公開されたんだ。MGM はこの映画を、ガーボトークズ、つまり、ガルボが話す、という、たった二つの単語で宣伝した。これ以上ないほどシンプルで、だからこそ効果的なキャッチコピーだったぜ。ガルボが話す、すごいわ。それだけで映画館に行きたくなっちゃう。それで、ガルボの第一声は一体どんな感じだったの？映画が始まってから16分後、主人公アンナがバスへの酒場に現れる。そして、ウェイターにこう告げたんだ。ジメアウイスキー、ジンジャーエールオンザサイド。アンドドントビーステンジー、ベイビー。日本語に訳すと、ウイスキーをちょうだい。ジンジャーエールも添えて。ケチケチしないでよ、ベイビーって感じだな。それが第一声なの。もっとロマンチックなセリフかと思ってたわ。でも、そのハスキーな感じ。なんだかガルボのイメージにぴったりかも。だろう？その低く、少し気だるげで、それでいて芯のあるハスキーボイスは、観客の想像をはるかに超えていた。懸念されていたスウェーデン訛りすら、彼女のミステリアスで異国的な魅力を完璧に補強する要素に変わったんだ。この第一声で、ガルボはトーキーへの移行という最大の障壁を乗り越えただけでなく、その伝説をさらに強固なものにした。まさに映画史に残る瞬間だったのさ。第7位、グランドホテルとアンサンブル映画の成功。1932年。トーキーの壁を見事に乗り越えたガルボだが、彼女の伝説はまだまだ終わらないぜ。続く第7位は、グランドホテルとアンサンブル映画の成功だ。グランドホテル？聞いたことあるわ。すごく有名な映画よね。でも、アンサンブル映画ってどういう意味なの？いい質問だぜ、レイム。アンサンブル映画ってのは、一人の絶対的な主役がいるんじゃなくて、複数のスター俳優たちがそれぞれ重要な役を演じる群像劇スタイルのことだ。そしてこの、グランドホテルこそ、その形式をハリウッドで確立した記念碑的な作品なんだぜ。じゃあ、ガルボ以外にもたくさんのスターが出ていたのね。その通り、当時の MGM が抱えるスターが文字通り勢揃いしたんだ。ジョン・バリモア、ジョーン・クロフォード、ウォーレス・ビアリーといった、一人一人が主役を張れる超大物ばかりだ。MGM の天の星の数よりも多くのスターをっていうキャッチコピーを、そのまま映画にしたようなもんさ。
その豪華キャストの中でも、ガルボはトップクレジット、つまり看板スターとして迎えられたんだ。すごい、オールスターキャストの頂点にいたのね。どんな役だったの？彼女が演じたのは、人生に疲れ果てたロシアのバレリーナ、グルシンスカヤ役だ。そしてこの役で、彼女の代名詞とも言える、映画史に残る伝説のセリフが生まれるんだ。伝説のセリフ。I want to be alone。日本語に訳すと、一人になりたいの。この一言だ。劇中で彼女が繰り返すこのセリフは、マスコミを避け、謎に満ちた私生活を送るガルボ本人のパブリックイメージと完璧にシンクロしたんだ。観客はスクリーンの中のグルシンスカヤと、現実のグレタ・ガルボを重ね合わせ、そのミステリアスな魅力にますます引き込まれていったのさ。映画のセリフが、ガルボ自身を象徴する言葉になったのね。そういうことだ。この映画はアカデミー作品賞を受賞する大成功を収めた。ガルボは単独主演でなくても、オールスターキャストの中でひときわ強い輝きを放ち、作品の成功に大きく貢献した。これにより、神のごときガルボのスターとしての地位は、誰にも揺るがすことのできない不動のものになったんだぜ。第6位、クリスチナ女王と歴史映画の傑作、1933年。グランドホテルでオールスターの頂点に立ったガルボだが、次なる一手は誰もが驚くものだったぜ。第6位は、クリスチナ女王と歴史映画の傑作だ。クリスチナ女王、ガルボが自分のふるさと、スウェーデンの女王を演じたのね。なんだか運命的だわ。まさに運命的だな。これはガルボ自身が強く望んで実現した企画なんだ。当時、MGM との契約更新のタイミングだったんだが、彼女はこの映画を作ってくれるなら契約を更新すると条件を出したほど、この役に情熱を注いでいたんだぜ。彼女にとって、ただの役じゃない、自身のルーツに迫る特別な作品だったのさ。そこまでして演じたかった役なのね。見どころはやっぱり、女王としての威厳ある演技かしら？それももちろんだが、この映画が伝説となっている理由は他にある。一つは、ガルボが披露したダンソー姿だ。窮屈な宮廷を抜け出し、自由を求めてダンソーして旅をするんだが、その姿が本当に凛々しくて美しいんだ。彼女の中性的な魅力が爆発していて、当時の観客に強烈なインパクトを与えたんだぜ。ダンソーの霊人、ガルボならすごく似合いそうね。もう一つの理由は？映画史に永遠に刻まれることになった、あまりにも有名なラストシーンだ。物語の終盤、彼女は愛する男性を失い、さらに王位も捨てて、一人スウェーデンを去る船の船首に立つ。監督はここでガルボに何も考えず、何も表現するな。あなたの心を真っ白なキャンバスにしてくれと指示したんだ。何も表現しない演技、どういうこと？そうだ。カメラがゆっくりと彼女の顔に寄っていく中、ガルボはただ前を見つめているだけ。だが、その表情からは、悲しみ、絶望、解放感、未来への不安、そしてかすかな希望まで、見る人によってあらゆる感情が読み取れるんだ。観客一人一人の心に解釈を委ねる、究極の演技だぜ。これこそが、セリフや大げさな表情に頼らない、グレタ・ガルボという女優の真髄なんだ。このシーンは、彼女のキャリアの頂点を示すものとして、今も語り継がれているのさ。第5位、アンナ・カレニナと悲劇のヒロイン像、1935年。クリスチナ女王で歴史に名を刻んだガルボだが、次なる挑戦は、ロシア文学の最高峰だぜ。ランキングもいよいよ中間。第5位は、アンナ・カレニナと悲劇のヒロイン像だ。アンナ・カレニナ、ロシアの文豪トルストイの長編小説が原作よね。許されない恋に身を焦がす、とても悲しい物語だったかしら。その通り。そして、実はガルボがこの悲劇のヒロインを演じるのは、これが2度目だったんだ。サイレント時代の1927年に恋多き女というタイトルで一度演じている。だが、今回は音声付きのトーキー。表現の深さが全く違うんだぜ。同じ役を2回も、サイレントの時とトーキー版では、やっぱり演技も大きく違ったのかしら？全くの別物と言っていい。サイレント版が若々しい情熱を中心に描いたのに対し、トーキー版の本作では、
アンナの心の奥深くにある葛藤や苦悩を、ガルボは声と表情で見事に表現しきったんだ。夫と最愛の息子への愛情、そして若い士官への抗えない恋心との間で引き裂かれる、成熟した女性の悲劇を体現したのさ。声が加わったことで、より複雑な感情の機微が伝わってくるようになったのね。まさにそうだ。特に、社交界から追放され、愛する息子と無理やり引き離されるシーンの演技は圧巻だ。ガルボが見せる絶望の表情と絞り出すような声は、見る者の胸を締め付けた。彼女はただ悲しいヒロインを演じたんじゃない。一人の女性が会いに行き、社会に翻弄され、絶望の淵へと追いやられる様を、痛々しいほどのリアリティで演じきったんだ。聞いているだけで切なくなるわ。ガルボの演技が、物語にさらなる深みを与えたのね。その演技は批評家からも絶賛され、ガルボは初開催のニューヨーク映画批評家協会賞で主演女優賞を受賞した。この作品で、彼女は悲劇のヒロインを演じさせたら右に出る者はいないという評価を不動のものにしたんだ。ガルボのアンナ・カレニナこそが決定版。そう言わしめるだけの力がこの映画にはあったのさ。第4位、椿姫とロマンティックな魅力の頂点、1936年。悲劇のヒロイン像を確立したガルボだが、その伝説はさらに輝きを増していくぜ。いよいよトップ3目前、第4位は、椿姫とロマンティックな魅力の頂点だ。椿姫、デュマフィス原作の、これも有名な悲恋物語ね。高級娼婦マルグリットが、真実の愛のために全てを犠牲にする。ああ、その通りだ。多くの女優が演じてきた役だが、ガルボのマルグリットは特別だった。数ある彼女の出演作の中でも、この、椿姫こそが最高傑作だと評価する声が最も多いんだぜ。ガルボ自身も、自分のキャリアで一番のお気に入りだと語っている。本人もファンも認める代表作なのね。何がそこまで人々を引きつけたのかしら？それは、彼女が表現したマルグリットの人間的な深みだ。物語の前半では、富と快楽に生きてきた華やかな女性を演じ、後半では、愛する人の未来のために身を引く自己犠牲の聖女へと変わっていく。この繊細な心の移ろいを、ガルボは完璧に演じ分けたんだ。特に印象的なシーンはあるの？やはり、病に侵され、すべてを失った彼女が息を引き取るラストシーンだろうな。恋人アルマンの腕の中で、幸せの絶頂と死の淵が同時に訪れるんだ。ガルボは、やつれた姿の中にも、愛された喜びから来る気高い美しさと輝きを表現した。その表情は、見る者の心に永遠に焼き付くほど感動的だったんだぜ。ただ悲しいだけじゃない、愛の喜びに満ちた最後だったのね。そうだ。この役でガルボはアカデミー主演女優賞にノミネートされ、ニューヨーク映画批評家協会賞も受賞した。彼女のミステリアスな美しさ、気品、そして悲劇性が一体となり、ロマンティックなヒロイン像の頂点を極めた。これぞ、神のごときガルボの真骨頂だったのさ。第3位、ミノチカとコメディへの挑戦、1939年。さて、いよいよトップ3の発表だぜ。悲劇の女王としてハリウッドに君臨したガルボ。だが、彼女の伝説はそれだけでは終わらない。第3位は、世界を驚かせた大挑戦。ミノチカとコメディへの挑戦だ。あのガルボがコメディに、一人になりたいのが口癖の、ミステリアスな悲劇のヒロインが、想像もつかないわ。だろう？だからこそ、この映画の宣伝文句は、ガーボラフズ。つまり、ガルボが笑う。これだけだ。ガルボが話す以来の、世界中を巻き込んだ壮大な振りだったのさ。ガルボが笑う。それは気になるわね。一体どんな役で、どんな風に笑ったの？彼女が演じたのは、ソビエトからパリに派遣された、鉄の規律と共産主義思想に凝り固まった堅物女性施設、ミノチカだ。笑いなどブルジョワの堕落だと公言する彼女が、プレイボーイのレオン伯爵と出会い、恋に落ち、自由な空気に触れて、氷のような心が溶けていくんだ。お堅い女性が恋を知って変わっていくのね。王道のラブコメディじゃない。その通り。そして、観客が待ちに待った、その瞬間は、カフェでのシーンで訪れる。
レオン伯爵が必死にジョークを言っても無表情なニノチカ。だが、彼が椅子から転げ落ちるドタバタ劇を見せた途端、彼女はついにこらえきれず、腹を抱えて大爆笑するんだ。あのガルボが、だ。わあ、それは歴史的な瞬間ね。映画館もすごい盛り上がりだったでしょうね。ああ、劇場は割れんばかりの拍手と歓声に包まれたというぜ。神秘のベールに包まれていた女神が、人間的な感情を爆発させたんだ。この挑戦は大成功を収め、ガルボは再びアカデミー主演女優賞にノミネートされた。悲劇だけでなく、最高のコメディエンヌにもなれると証明したんだ。彼女のキャリアで最も意外で、輝かしい成功の一つだったのさ。第2位、奥様は顔が2つと突然の引退。1941年。ニノチカで新境地を開いたガルボ。誰もが彼女の次なる一手に期待した。だが、その期待は悲劇的な結末を招く。第2位は、彼女のキャリアに終止符を打った奥様は顔が2つと突然の引退だ。引退。ニノチカが大成功したのに、どうして？この映画が何か問題だったの？ああ、ニノチカの成功に味を占めた MGM が、2匹目の土壌を狙って制作したコメディだ。ガルボは真面目な妻と、その双子の妹である奔放なスキー講師の一人二役を演じたんだ。一人二役なんて、面白そうじゃない。ニノチカの延長線上にある感じがするわ。そう思うだろ？だが、脚本は稚拙で、ユーモアも洗練されていなかった。ガルボにコンガを踊らせたり、プールに飛び込ませたりするシーンは、彼女の持ち味である気品や神秘性を台無しにするものだと酷評されたんだ。ガルボが笑うの次は、ガルボが安っぽくなったとまで言われたのさ。そんな、良かれと思ってやったことが、全部裏目に出てしまったのね。その通りだ。興行的にも批評的にも大失敗し、完璧主義者だったガルボは深く傷ついた。さらに、第二次世界大戦の激化でヨーロッパ市場を失ったことも大きい。彼女の高額なギャラが、スタジオにとって重荷になり始めていたんだ。本人のプライドと、時代の波が同時に押し寄せてきたわけね。そういうことだ。そしてガルボは決断する。1941年、この映画を最後に、わずか36歳でスクリーンから去ることを、最高の時に辞めたいという彼女の美学が、この失敗で後押しされた形だな。だが、この若すぎるとも言える突然の引退劇こそが、彼女を単なるスターから伝説の存在へと昇華させた最大の要因なんだぜ。第1位、引退後のガルボと不滅の伝説としての地位。1941年から1990年。さて、長かったランキングもいよいよ終わりだ。数々の傑作を抑え、栄光の第一位に輝くのは、特定の映画作品じゃない。彼女の人生そのものだ。第一位は、引退後のガルボと不滅の伝説としての地位だ。映画じゃなくて、引退した後の人生が1位なの？どうして？もうスクリーンには出ていないのよ。そうだ。だが、そこがガルボがガルボたるゆえんなんだ。彼女は36歳でスクリーンを去った後、1990年に亡くなるまでの約半世紀、二度と公の場に姿を現さなかった。インタビューも、テレビ出演も、自叙伝の依頼も、すべて断り続けた。半世紀も、一人になりたいのという有名なセリフは、ただの役柄じゃなくて、彼女自身の心の叫びだったのね。まさにそうだな。彼女は人生をかけてその言葉を実践した。この徹底した沈黙こそが、彼女の伝説を完璧なものにしたんだ。考えてもみろ。ファンは年老いていく彼女の姿を知らない。我々の記憶の中のガルボは、常に全盛期の完璧な美貌のままなんだ。確かに、時々、パパラッチに撮られたりしていたけど、それも逆に神秘性を高めていたような気がするわ。その通りだぜ。隠し撮りされた数枚の写真が、かえって伝説は今もどこかで生きているという人々の想像力をかき立てた。もし彼女が引退後にテレビに出たり、過去を語っていたら、ここまでの伝説にはならなかっただろう。最高の時に身を引くという究極の美学を貫き通したんだ。自らの手で、自分の伝説を永遠のものにしたのね。ああ、ガルボという女優の最高の功績は、数々の名作じゃない。
そのキャリアの終わり方と、その後の沈黙という名の最も偉大なパフォーマンスだ。彼女は自らの人生をもって、グレタ・ガルボという芸術作品を完成させた。だからこそ、彼女は不滅の伝説になったんだぜ。総評、まとめ。というわけで、グレタ・ガルボの伝説を巡る旅はこれでおしまいだ。サイレントからトーキーへ、悲劇の女王からコメディエンヌへ、そして最後は沈黙という名の伝説へ。彼女のキャリアは本当にドラマチックだったぜ。本当にそうね。ただ美しいだけの女優じゃなくて、自分のイメージを完璧にコントロールし、自分自身を不滅の伝説にしたのね。映画の歴史の中でも、こんなスターは二度と現れないかもしれないわ。ああ、ガルボはスクリーンの中だけでなく、その人生をもって神のごときガルボを演じ切ったと言える。彼女が残したものは、色褪せない名作の数々と、決して手の届かない永遠の憧れだ。これぞまさしく、不滅の伝説なのさ。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも役立つ情報をお届けいたしますので、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。コメント欄でご意見や質問もお待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。今日も一日良い日で、またね。